してやると。おあと眩しい。それよりも軽い。ビッグリスペックになっている。これすごいよね。このサイズだよ。はい、どうも。ゴドックス大好き、宮田です。皆さん、ゴドックスは好きですか？使ってますか？僕自身もたくさん製品を持って使っているゴドックスなんですけど、僕のチャンネルでは、初期の段階からね、ゴドックスのクリップオンストロボを初心者に勧めるよっていう動画を出したりして、たくさんチャンネル登録いただいて、ゴドックスの製品に興味のある人は多いかなと思うんですが、出ました。新しい照明が。はい。ということで、製品を送っていただいたので、製品を見ながらのレビューということで、今日はやっていきたいと思います。今日はですね、写真を、いわゆるピカッて光るストロボではなくて、今ここに置いてあるようなね、定常光って言われる、主に映像とかでよく使われるような照明器具の話にはなるんですけど、写真とかでも使えなくはないんだけどね。定常光っていう種類のライトになっています。これから動画の撮影とか制作を始めていく人に向けた製品っぽいので、そういう部分含めて紹介していけたらなと思っております。はい。ということで、この写真を撮る宮田さんでは、撮影関連、機材関連、気になるガジェットの話をしていくチャンネルになっておりますので、動画を最後まで見て面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録していっていただけると嬉しいなと思います。ということで、楽しみですね。ゴドックスの新製品、紹介していきたいと思います。レッツゴー、ならん。はい。ということで、じゃあ早速なんですけれども、今日送ってもらってレビューしていくのはこいつですね。ライトモンズっていうね、ここにライトモンズって書いてあるんだけど、これ、こういうやつ、こういった形の、映像制作とかをやってる人だったら見慣れた形かなと思う。後でちょっと話していきますが、これ最初にね、ちょっと注目したいのが、これ、ライトモンズって書いてあって、リトモンズライトモンズわかんないんだけど、ゴドックスっていう言葉が、ここにね、ちっちゃくあるぐらいなんですよ。これ、どういうあれなんだろうね。ライトモンズっていうブランドを、新しいラインとして立ち上げて、こっちを強調したいからっていうことなのかな。このロゴとかにも、これ、あれかな、デーモンって意味かな、ライトモンズって。この角生えてるような方があるけど、どうなんだろう。そういった形になっています。ちゃんと製品にもゴドックスのロゴ入ってたりするんだけど、ライトモンズっていうのを押してるっぽいですね。はい。ということで、箱を開けていきます。今日ね、これ、今開けて見ていくんだけど、僕の持ってる定常光、いわゆる今まで使ってきた定常光とちょっと違うんで、個人的には楽しみにしているんですが、まず内容物見ていきましょうか。これは説明書。日本語での記載は僕がもらったものだとありません。電源ケーブル。コンセントの部分は3ピンになっているので注意が必要です。ちっちゃい！すごいな、これは。あとは、電源関係から。あとこれ多分コンバーターですかね。AC 電源を DC にするコンバーターだと思うんだけど、LED パワーサプライっていう、いわゆる電源ユニットですね。と、こういったシリコン製のベルトとワイヤーが入ってます。これ後で使い方説明します。本体は最後にするか。で、これ多分 SL100D に入ってたやつと一緒だと思うんだけど、リフレクターがついてくるのと、これが本体ですね。これめっちゃちっちゃくない？今回もらったのは LA200BI っていうものなんだけど、この LA シリーズ、ライトモンズの LA シリーズっていうのが 150D っていうのと 200D、あとは 150BI と 200BI っていうのがあって、出力の話、厳密な出力の話とかまた後でするんだけど、150のモデルで、5600ケルビン固定の D とバイカラーの BI っていうのがあって、200のモデルの D と BI があるっていう感じなんですが、今回は LA の 200BI っていうのを送っていただきました。これ、小さいし軽っ！すげえな。ちょっとスタンドに立てる前に本体を見ていきたいと思いますが、よいしょ。発光部はこんな感じ。ボーエンズマウントになっていて、これ BI、バイカラーのモデルなんで、色の違うね、LED が並んでいます。これが D のモデルだと普通に黄色いだけだと思うんだけど、バイカラーなので、色温度が変えれるっていうことで、こういう感じになっています。で、本体の操作パネルはこんな感じで、非常に綺麗な見た目になってるんじゃないかなと思います。安っぽさは全然ないですね。で、本体底部にはこういうホルダー、メスダボになっているホルダーがついているのと、ここにね、アンブレラホルダーがちゃんと備わっています。ここのアングル調整は無段階でできるので、これはいいですね。で、底部、これ見づらい。見えるかな？
な。ちょっと見づらいと思うんだけど、この本体のサイズに対してはかなり大きめのファンが入っているので、まあ冷却性能にもこう気を配った設計になっていそうです。で、本体上面はこう多分排熱をしていく方だと思うんだけど、冷却のフィンがね、中に、これピントの関係で映ってるかわかんないんだけど、こう中に金属製のね、冷却のフィンが入っています。こんな感じですかね。この形さ、よく見るよね、最近。アプチャーのアマランとかがこう廉価版のモデルでこういう形のを出してて、めちゃめちゃこう人気だったと思うんだけど、まあそれをこうゴドックスもライトモンズっていうブランドで出してきたっていう感じがします。はい。ということでちょっと本体見たんでスタンドに一回固定してみましょうかね。はい、今家にね、なんかどこのブランドかもわかんないようなゴミスタンドしかないんだけど、こいつにちょっと乗っけていこうと思います。ピントが顔に来るのとこの辺のがいい。はい、こんな感じです。こうカタカタなってるのはこのスタンドが雑魚なので、まあご了承ください。こう外して、付属のリフレクターを取り付けた姿が、こんな感じですね。かっちょいい。はい、こんな感じです。で、この製品に関してなんですけど、ちょっと基本的なスペックを、口頭で伝えていきたいなと思いますが、これ、もらったのが LA200BI っていうモデルで、200W モデルなのかな？一応200っていう数字なので 200W モデルっていう認識で、まあ150っていうのは 150W ぐらいの認識なんだけど、なんかこう出力のマックスとしては200が 230W で、150が 190W の出力で出せるよっていうものみたい。この数字とそのワット数のマックスの出力の差っていうのはちょっとよくわかんないんだけど、まあそういうモデルみたいです。ちなみに今僕がこう使ってる SL152 っていうやつはもっともっとでかい照明なんだけど 150W なので、それよりもはるかに小さい本体のサイズで、それよりも全然高出力な光量を稼げるっていう感じですね。で、今こう光量の話をしたので、まあ具体的な数字をちょっと話していこうと思うんですが、ゴドックス LA200D っていうね、この LA200、まあ BI と D があるんだけど、まあ基本的にはこうバイカラーのモデルとデイライトモデルの D だと思うんだけど、それってこう色温度が可変できるかできないかっていう違いがあるんだけど、さっき見せた通りね、この発光部にこう色の違う LED が入ってるわけよ。バイカラーってのは。ってことで、こう、なんて言うんだろうな、一つをバーンって光らせる D のモデルと、まあ、他のメーカーとかでもそうだと思うんだけど、バイカラーの BI っていうモデルっていうのは、BI のモデルの方が光量っていうのは落ちるんですよ。なので、まあ、今こうある LA シリーズだと 200D っていうのが一番光量稼げるっていうものになるんですけど、その LA200D っていうのが10万1000ルクス。この標準リフレクターをつけて1メートルのところで10万1000ルクスの明るさを確保できるらしい。これすごいよね。このサイズだよ、マジで。いやー、すごいなと思う。マジで。で、まあその同じ D のモデルで 150D っていう方は84800ルクスっていうものになっています。ちなみにこの84800ルクスっていう 150D のモデルでもこの SL152 より明るいみたいなんで、まあそういった感じになってます。で、まあバイカラモデル、こいつ 200BI は79200ルクス。で、LA150BI っていうのは66600ルクスになっています。ちなみに色温度の可変っていうのは2800ケルビンから6500ケルビンまでの色温度調整ができる仕様になっています。はい、ちなみにこの照度、ルクスっていうもので表せるこの明るさっていうのは、このバイカラーモデルだと色温度によって最大の明るさっていうのが変わってくるんですよ。まあこう2つの色があってこう光らせるんだけど、その2つとも光ってる状態がやっぱり一番こう光量を稼げるので、こう一番青い状態、寒色系に振った状態と一番暖色系に振った状態だと、こう光量っていうのは今言った数値よりも落ちていきます。まあそれは使用上しょうがないことなんですけど、まあメーカーのね製品ページに詳しくそのケルビンごとにどんぐらいの明るさが稼げるのかっていうリスト、表があったので、まあ厳密にね、ちょっと検討しているというか、気になる人はそちらを見ていただけるといいのかなと思います。そういうケルビンごとの光量とかをちゃんと全部こう書いてくれるって、まあ本当に、なんていうんだろうな、安いメーカーとかだとあまりなかったりするので、まあその辺もしっかりしている印象だなと思いました。で、目立った仕様っていうのを、まあ説明していきますが、まあさっき言った通り、こう、防煙スマウントになっているので、まあ汎用性の高いライティングアクセサリーをここに取り付けて使うことができるよっていうものだったりとか、あとは、炎色性ですね。こう、光を当てた時に物の色っていうのがどれぐらい綺麗に出るかっていう炎色性っていう指数があるんですけど、まあ CRI が96プラス、TLCI が97プラスということで、いわゆるそういう炎色性に配慮した照明の設計になっていると思います。
で、このライト自体に、ライティングのエフェクトが入っていて、それが11種類のエフェクトが入っていて、まあ、いわゆるこう、雷とか、なんか蛍光灯とかテレビとか、なんかこう、RGB ではないので、まあ、そういったエフェクトではないんですけど、こう、明滅でね、表せるエフェクトが入っていたりとか、これ特筆すべき点かなと思うんですけど、Bluetooth でスマホと連携できて、Godox Lite っていうアプリで操作することができます。これも後でちょっと見てみたいなと思ってるんですけど、まあ、複数の LA シリーズ。僕の持ってるやつ SL100D もそうだったかな。Bluetooth で連携できた気がするんで、複数のやつを同じ色にしたりとか、光量調整したり、電源切ったりとか、光を切ったりとか、まあそういうことができるようになっています。で、もう一点、これも特筆すべき点だと思うんですけど、これ 1.4kg らしいです。僕が使ってるこの SL152 っていうのは、これの倍ぐらいあるんですよ。3kg ぐらいある。なんで、まあこの150モデルより、まあはるかに光量を稼げるんだけど、それよりも軽い。まあびっくりスペックになっているっていう形です。はい。ということで、まあ、基本的な仕様を説明したので、ちょっとここから実際に電源を入れてみたいなと思うんですが、カタカタうるさいな。これスタンドのせいだからね、カタカタ言って。でね、僕が初めて使うこういう LED の照明っていう話をしたんだけど、まあ、バイカラーモデルも僕持ってない。LED でバイカラー、パネルライトだとあるけど、こういう照明でバイカラーモデルっていうのを初めて手に入れて、まあ、そういった部分も初めてなんですけど、こういう電源のやつも初めてで、SL152 とかが重たいのって、このヘッドの部分、発光部に電源ユニットが入ってるからなんですよ。なんだけど、こいつはこうやって別になってるから、このヘッドっていうのは軽くできて、今から見せるんですけど、このね、ワイヤーとベルトを使って、これはまあ、これの重さ書いてないんだけど、これがある程度の重りがあって、それをこう、スタンドとかにね、ぶら下げることで、重心を低くできるっていうのが一つメリットとしてあるみたいです。ということで、じゃあ早速、光らせましょうか。ね。ちょっとセッティングします。なんか電源のケーブルが今までのやつより柔らかい気がするぞ。しまったな。3ピンの変換。車だな。あったっけ？どうしよう。さっき注意が必要ですとか言って自分がないんだけど、どうしようかな、マジで。取りに行くの？どっかにある気がするんだけどな。いけた。多分、タコ足のやつでいけるっしょ、これで。これね、ケーブルやっぱ柔らかいわ、今までのやつより。なんでだろう。こっちの方がいい。で、こいつつけて、で、この電源端子。これキャノンかな？キャノンなんだ。DC48V だからファンタムと一緒ってこと？それで 200W も出せんの？すごいね。これ挿すんですけど、これ挿しちゃうと、この重りがね、ガーンってくると、負担がかかってしまうので、このベルトを使うんですが、説明書読むって話か。なんか書いてない。好きなように使えって感じ。とりあえず、この電源部分をこのベルトで巻いてやって、見えないね、多分。こういう感じで。で、ここに通してやってでいいんかな。で、ここネジ切ってやって、ここでループが作れるんで、こう輪っかができます。で、これをスタンドのこういうところに引っ掛けて、こいつを下に持ってきてやると、こう重心がね、低くなるよっていう感じです。で、この状態にしてやって、ここ電源、キャノン端子なんで、これを挿してやって、ここ、電源をオンにしてやると。眩しい。もうびっくりした。これが、もう俺がなんか爆発するみたいになっちゃった。こういう感じです。ちょっと光量がでかすぎて 100% になった。今これで 30% ぐらいにしましたが、こういった感じで。これが 1% ですね。この状態にしとこうか、とりあえず。こんな感じの照明になります。すげえ光量。そんで、ここで、ここ見て。今これ6500。青の方ですね。白。中光色って言われる方で、こっちがバイカラー。これ2800ケルビンっていう、いわゆる電球色みたいな暖色系の明かりになります。こういった感じで、色温度、ケルビン数を変えれるっていうのが、このバイカラーモデルのいいところになってます。いいね。いわゆるこういった照明って、5600ケルビンっていうのが基準になる、太陽の光としてね、色として合わせるっていうので5600ケルビンが基準になっていて、僕が持ってるこの SL152 とかも5600ケルビンの固定なんですけど、やっぱ室内とかで撮影ってなると、室内のね、僕も間接照明とか置いてたりするんですけど、そういう電球色とかに合わせる必要があったりとかもするんですよ。そういうのにも使えるモデルっていうことで、このバイカラーモデルっていうのがあります。はい。これいいね。すごいね。音に関してはそれなりだよね。これマイクの先にあるから今めっちゃうるさいかもしれない。この辺に置いとこうか。
マイクの近くに置くのは無理かなっていう感じの音量ではあるんですけど、しょうがないかなって感じ。そうそう、言い忘れてたけど、これプラなんで、外側。外装全部がメタルでこう冷却に振ってるってわけじゃない。この SL152 とかってもう結構金属パーツが多くて、ヒートシンクとかも多分めちゃくちゃ積んでるんだけど、無音の状態とかにもできるんだけど、こいつはそういう機能はないので、そういう音に注意しなきゃいけない現場で使うときは、ちょっと注意っていう感じですね。でも基本的にはこう音を別撮りするような現場のものなんじゃないかなと思います。で、あとはエフェクトがちょっと今エフェクト見せてたんだけど、こう全然見えん感じだったからやり直しますね。これ FX1 フラッシュ1ってやつですね。で、これが FX2 フラッシュ2。で、これが FX3 フラッシュ3ってやつですね。フラッシュの感覚が違いって感じかな。で、これ FX4 ストーム1。で、これが FX5 ストーム2。これも感覚違い。これ FX6 ストーム3。で、これ FX7 ブロークンバルブ。で、これ FX8TB。これだとちょっと分かりづらいかもしれないけど。これ FX9 キャンドル。暖色のやつ。で、これ FX10 ファイヤー。RGB モデルじゃないから色があれだけど、ぽいっちゃぽいかも。なんか明かりの揺らぎが。で、これが FX11 ファイヤーワーク。ファイヤーワークってなんだっけ？花火だっけ？この辺は RGB モデルの方が強いね。はい。ということで、5600ケルビンの 1% に戻しましたが、ちょっとここから 5DOX ライトアプリに行こうかなと思います。とりあえず使い方確認はしてないんですけど、5DOX ライトアプリを開いて、アプリを開きました。で、プラスボタンを押して、スタジオ、前いじった時のやつ、スタジオを作って、ここにデバイスを追加するんですが、もう出てるじゃん。なんか Bluetooth のボタンがあるからさ、長押しとかしなくていいの？なんか長押しとかも特段せずに繋がっちゃった。また繋ぎ直す時とかは長押しが必要なのかな？初めてだったからいけたのかもしれない。すげえ！ここでオンオフできて、名前変えれたりとか、これだよね、これ。これめっちゃ良くない？アプリの操作でさ、こう、ケルビンをパッと変えれる。色合いとかは無理なんだけど。で、光量こうやって。なんかこう自分でこう光量こうやってやってさ、なんかエフェクトっぽいのやれたりもしそうだよね。反応めちゃめちゃいいっす。めっちゃ楽。簡単。エフェクトもこっから選べるんですけど、こっちから選んだ方が分かりやすいよね。ファイヤー。ないやつもあるんだけど、ファイヤートラック。そういうのは反応しない。ファイヤーワーク、ブロークム。めっちゃいいじゃん。アプリの使い勝手も余裕だし、超簡単。ちょっと発熱の具合見たいから、100% でちょっとしばらく発光させておこう。すげえ明るい。やっぱちょっと暖かくなる。室温が今28度なんですけど、暑くね？その環境でも十分冷やしきれてるね。ほんのり暖かいぐらいの空気だ。ちょっと電気代があれなんで落とします。製品の仕様というか機能性みたいなのはそんなもんかな。やばい、マイクの近く。ちょっとうるさいんで電源切りますね。製品の仕様というか特徴に関しては今説明した感じかな。個人的にはめちゃめちゃ好きですよ。これ。なんかこうビデオクリエイターみたいな、映像制作をする人に向けた照明機材で、こう比較的安価なものなので、これからね、始めていくみたいな人に向けた製品っていうのも書いてあったんですけど、これめっちゃいいんじゃないですか。なんて言うんだろう、SL100D の時にも話したんだけど、こういう照明の機材って、1灯で使うっていう現場の方が少ないと思うんですよ。少なくとも2灯で3灯とか4灯とか、多ければもうね、何十台と使うような現場もあると思うんだけど、そういった時にこういうね、ヘッドが小さくて取り回しがしやすいっていうのは非常にメリットだし、こう電源部がね、こう別になっていて、これ重りになるって言ったんだけど、これ SL152 とかってヘッドがめちゃ重いから、取り回しがしづらいって、こう重さもあんだけど、そもそものね、こう高い位置に固定する時とかの大変さみたいなのもあるの。大変さっていうか、危険じゃん？こう必要な強度というか、こうスタンドに求める安定性みたいなのも全然変わってくるんで、そういった意味でもこう取り回しが非常にしやすくて、小さくて、軽くて、これバイカラモデルなんで、様々な色温度の環境光にも対応できる。これ強いっすね。
強い。いいと思いますよ、非常に。このなんか新しいブランド名かライン名かわかんないライトモンズっていうね、ブランド名を持ってくるぐらいのなんか力の入れようっていうのは感じるんですけど、これからね、映像を撮っていくとで、写真で使いたければ使えばいいと思うんだけど、そういう人たちに、一つの選択肢として、いいものになるんじゃないかなと個人的には思っております。はい。ちなみにこれ余談なんですけど、なんかアマランとかの形と似てるじゃん。で、ゴドックスのライトモンズもそうだけど、スモールリーグとかもなんか最近出したり、発表したりとかしてるんだけど、全部似たような形じゃん。これってなんかあんのかね？ OEM なんですかね？わかんないけど、この形に意味があるのかどうなのかわかりませんが、これ本当に余談です。個人的に疑問に思ってる。なんか知ってる人いたら教えてください。はい。ちなみに今回ちょっと長くなってしまったので割愛したんですけど、実際に照らしたものとかをね、撮ってないんですが、いわゆるボーエンズマウントで、発光部っていうのは近い形状だし、SL152 と。それよりも光量がでかいので、全然こういった環境で撮影するっていう時にもメインのライトとして使えると思います。なんかちょっと固定の5600ケルビン、固定の照明とこういうバイカラモデルの5600ケルビンがどんぐらい違うのかっていうのは、個人的にも比較してみたいなと思っているので、そういう動画もちょっと時間があれば作りたいなと思ってるんですけど、そう言いつつ作らないのが僕なんですけど、バイカラモデル、幅広い環境光に対応できるっていう意味で、とてもいいものなんじゃないかなと思います。はい。ということで、今日はゴドックスさんから出た、ライトモンズ LA200BI っていうのを、提供いただいたので、製品紹介としてレビューしていきました。この写真を撮る宮田さんのチャンネルでは、撮影関連の機材とかね、気になるガジェットの話をしていくチャンネルになっておりますので、面白いなとかためになったなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録を押してもらえると嬉しいなと思います。はい。ということで、今日の動画はこの辺でまた次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。これ、本当にいいなぁ。静音性に配慮した設計ではないんだけど、映像制作って基本的には BG 載せたりとか、別撮りの音をはめたりとかっていうのが多いので、そういった現場向けなのかなっていう感じがする。静音性が必要であれば別の機種使えばいいし、こいつにはこいつのメリットがあるし、弾数揃えるっていう意味でもめっちゃいい選択肢になるんじゃないかなと思います。